もう本当おじいさんとかそのまたおじいさんとか本当に代々受け継がれているものをこうまた何十年何百年後の世界にこう残せるようなお手伝いっていうことをしています。私は仏像を修理する仏像修理師をしています。三条堂は栃木県の鹿沼市に工房を構えて3人で集まって仏像修理をしてます。すみません、場所方がちょっとややこしい。私神奈川県の南足柄市というところにあります高西寺というお寺の住職をしております。文献によりますと応永16年という時に再興されたと、室町が始まるぐらいかなというふうに思うんですけど、そこにでも再興ですからね、その前からあったのかなという気がしてます。はい。結構違うな印象ですね。ちょっとやってみましょうか。軽い。事前に写真では見てはいたんですけれども、写真よりも傷みが激しいなっていう印象はありました。こう完全に両脚部が離れてる状態でネズミがかじったのかなっていう箇所があったりとか、あと結構虫食いの箇所もあったので、やっぱり写真で見るのと実際で見るっていうのはやっぱり全然違うなっていうのは思いましたね。はい。中さんが子育て中っていうことで子育てしながら修理ができるっていうので修理させてもらって、中さんが中心で修理してました。積もったホコリとかすすの汚れとかをそのクリーニングで落として、でそのクリーニング作業をしながら接着が緩んでるところをどんどん解体を行っていきました。これ多分わかんないんですけど、まだはっきりとは当初かもしれなくて、ここがでこれが後から塗られたそうでっていう可能性が出てきて、この場合もこっちに合わせるのかこっちに合わせるのか、仕上げ方をどうするかは学芸員さんとこれから相談をするんですけど、ここに春日井っていうのが打ってあったので、それでももう朽ちてしまってて意味をなしてなかったので抜いてヒノキで
植えました。で今春日井も同じ寸法のものを発注してて、これから届いたらまた打ち直す予定です。普段はですね刃物が多いんですよ。ですから彫刻ののみとか大工さんののみとか、あといろんなね職人さんの、小刀から始まって、各種の、刃物やってます。それが本業というか、今こう錆びてますよね、この春日井が。でこちらの方三条堂はいやステンレスでやってくださいってそうするともう絶対錆びないからって。こちらはやっぱり実際にやってこんなにね錆びてしまうんで、これじゃあね本当にね、例えば多分東照宮なんかもそうですけど、大体30年から50年の周期で解体修理するんですよ、直すんですよ、部分的なもので。そうするともうえらい数のものを直さなきゃならないわけですよね。だからやっぱり、なるべく腐んないものがいいんじゃないかということでですね。こんにちは。よろしければスリッパご利用ください。あ、こんにちは。はるきくん、こんにちはって。はい。八重樫さんから届きまして、これが実際に作っていただいた春日井ですね。あ、その子軽いんですね。そうなんです。私は学芸員ですね。仏像、彫刻の担当なので、もう365日ですね、仏像のことについて、調べたり研究したり、相談を受けたりということをしております。やはり作られてから700年ぐらい経ってるんですけれども、やっぱりその伝わっていく中で何度か修理をされているっていうのが詳しく調べている中で分かってきて、前後は別だよね。後ででもいいですか。長所取るときに取っちゃいますかね。万古妙音大師各霊樹かな、鎌倉仏師後藤寛也元禄13、加納と辰の年6月上旬。すごいですね。元禄13とか1600、1700年ちょうど。1700年ちょうど。後藤寛也さんが直したんでしょうね。今度じゃあ中さんも入れようよ。でも修理名札を入れるかどうかをちょっと後でお伺いしようかと思ってました。そうですね。これ一緒に中に。そうですね。やっぱりやや。そうですね。でここはもう埋めてしまったんですけど、以前段差があったじゃないですか。あれで考えると多分この膝前もう合ってないなって思いまして、なので候補と見てもいいのかなとその時に思ったんですけど、鎌倉松南北朝でこういう絵文って多分ないんですよね。へえ、そうなんですね。
今回のお地蔵さんに限らないんですけれども、なかなかこう修理したっていう記録が残っていなくて、持ってらっしゃる方が「いや修理1回も入ってないはず」っておっしゃって、私たちが調査に伺うっていうことままあるんですけど、そういった時に「あ、ここは修理のって入ってるね」とか、逆になんかこう調査をすることでこうお像の底を見たりする時に修理しましたっていう銘が入ってることに初めて気づいたりとか、いろんななんかこう跡っていうのは見えます。修理の年代が分かっているのは、江戸時代に1回修理したことは分かってるんですけれども、それ以外のですね、その文字資料に、残っていない、修理もですね、複数回、2回ないし3回、やられているっていうのが分かりましたので、お像とか、古いものっていうのは、その時代の一人の人が守っていればいいっていうわけではなくて、やっぱりそれを伝えたいっていう人がですね、どんどんこう、バトンを、受け継ぐようにですね、守ってきたっていうところがありますので、守られてきたですね、奇跡が分かったっていうのはとても自分の中ではとても大きなことでしたね。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。こんにちは。私だから立ててからは初なんですよね。楽しみ。おしゃれ。ホテルみたい。すごい。いや、コテージみたいな。いや。すごい、めちゃくちゃいい感じの。すごい。めっちゃ木の匂いする。ね、すごい。可愛い。本当にメンバーの一人が妊娠して子供を産むっていう人生の一大イベントも絡みましたし、他にお預かりする予定があったお像がすごく大きかったっていうのもあって引っ越しをしたっていうのもあって、自分たちがなんかできる範囲でなんかできるような環境を整えていったみたいな時期だったかなって思います。最初本当に子供出てきて見るまでは中さんもうなんか常におぶさって仕事しようかなみたいな話もしてて、どこでも連れてきていいよって言ってたけど、実際いざ子育て始めてみると難しいところもあったみたいで、だけどそれもなんかそれはそれでしょうがないよねって言って、で中さんも自分についてできるしって言って、なんか本当にこうしたいっていうかできる方法を探ってやるみたいな感じだったかなって思います。お待たせしましたってね、たくさんいるね。おお、すごいすごい。覚えたらやらないこれ。そうですね。大きくなっても来いよ。遊びに行きますってね。生まれた時からこんなのね、お地蔵さんのそばにいるなんてすごいよね。そうですね、本当。ありがたいね。似てるのじゃん。お地蔵さんでいろんな役がありましてね、皆さんご存知のトゲ好き地蔵とかスペシャリストは結構いるんですけれども、うちのお地蔵さんは子育て地蔵というお地蔵さんで、その頃はその子供が小さいうちに亡くなるっていうことも結構多かったんじゃないかなというのもあるんですよね。そんな意味でも健やかに成長してほしいというみんなの願いがこのお地蔵さんになってるんじゃないかなっていうふうに思ってますここがちょっとほら金箔取れてるから、はい。この取って遊んだんじゃないのかな。何しろあそこでね、戦争中疎開の子供たちが何十人もあそこに寝泊まりしてるから、遊ぶものがないからね。やっぱりそうですね。いろんなものを。やけにここが赤いもんね。そうですね。分かんないけどね。
もしかしたらそうかもしれない。これはなくなっちゃったんじゃないかと俺は思ってるのかな。これはなくなっちゃうかもね。こういうのは遊んじゃうかもしれない、ね。そうですね。修理してるけれども、なんとなく私たちを見守ってくれてるような感じがしました。はい。あ、もう始まってるじゃん。はい、じゃあおはようございます。今日から三条堂さんが新しく工場の方を作った方で仕事をされますので、皆さんにご紹介します。ありがとうございます。すみません、今日入らせてます。じゃあ、かっこいい。こんな大きい扉で。あ、いいね。小人だった気分だね。絵に描いた通りの感じだね。あ、すごい。めちゃくちゃすごい。ありがとうございます。歌も。多分一番問題だったところはお顔の表面の赤い下地に、金がその上に乗ってるんですけれども、それを剥がすか剥がさないかっていうところで問題として上がってきて、なんかその痕跡を残したままにするのか、それよりも前の状態の本来の姿まで戻すのか。だから今ちょっと金ちょっと赤っぽい金なんですけれども、それを全部落としちゃうので、結構木の地肌が出ちゃうので、色も違うし、結構表情のその一層その白でちょっと厚ぼたくはなってるんですけど、それを剥がしちゃうと、だいぶ印象が変わっちゃう。もっと科学技術が発展してこの下に確実に何か層があるというのが分かるようななんか装置がねあって、確証が得てイメージがなんか出せそうな感じだったらいいですよね。なんか落とした後の層はこんな感じですみたいな。でもやっぱりご住職様がやっぱりこの今の姿でずっと拝んできたから、このままの姿にしてほしいっていうふうにおっしゃってたので、もうその戻さず今のままでの状態で修理進めることにしましたね。なので今回に関してはちゃんと話し合いができた上で進められたので良かったかなと思います。親しみがあるというのもありますし、そのずっと見慣れてる30年 あんまり綺麗になりすぎちゃうと本当にうちのお地蔵さんかなっていうのがあったんじゃないですかね。やっぱりずっと親しみがあるという形でお願いしました。誰とも挨拶しないと。パンフレットもないのに。パンフレットあるよ。そう。どう入るかな。上がります。はい。上がります。はい。はい。私も上がります。はい。
すごい感動してます。こうやって作るんだ。そうですね。お願いいたします。はい、あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。もうちょっとその。いやーなんか本当ちょっとね一瞬目頭がこう熱くなってきましたね。こうバラバラになってた台座後輩があってそこにこう本体をこう乗せた時ねなんかビビビッときましたねなんかねなんとも言えない感じですね。手作りの巻物ですもしかするとですよここ300年後にまた住所が偉いなって言ってくれるんじゃないか。コロナの時にお地蔵さん直したんだとコロナのね疫病退散を祈願してそれはちょっと今楽しみにしてますあ、これでもうなんかずっと一緒にいたのにもうお別れになっちゃうんだみたいな、なんかいつの間にか本当に愛着が湧いてて、収めた後にまた拝観する機会があるともう前みたいな接し方はもちろんできないので、なんかもう信仰の対象として出来上がってるというかなのでなんかその時になんかやってよかったなって思いますね。